皆さんは日本の漫画を読みますか？今日は漫画の神様と言われる手塚治虫さんを紹介します。手塚さんは1928年に大阪で生まれました。子供の頃から絵を描くことが大好きでした。また、虫を見るのも好きで、庭で虫をよく観察しました。おさむという名前も虫が好きだったことから付けられました。手塚さんはとても頭が良くて、勉強も頑張りました。特に医学に強い興味を持ちました。大人になってから医学部に入り、お医者さんの勉強をしました。でも、心の中ではずっと漫画を描きたいと思っていました。子供の頃から手塚さんは外国のアニメや映画が大好きでした。ディズニーの映画を見て、自分もすごいアニメを作りたいと思いました。その夢は大人になっても消えませんでした。大学に通いながら手塚さんは漫画を描きました。1946年、まーちゃんの日記帳という漫画を発表しました。その後、新宝島という作品で大ヒットしました。この漫画は子供から大人まで楽しめるもので、日本中で人気になりました。手塚さんの漫画は、それまでの日本の漫画と大きく違いました。それまでの漫画は短くてシンプルでした。でも、手塚さんは長いストーリーやドラマチックな絵を入れました。映画のようにコマを使ってキャラクターが生きているように見せました。これが日本のストーリー漫画の始まりです。手塚治虫さんの漫画はとても多くあります。その中で特に有名なのは次の作品です。鉄腕アトム。未来のロボットの子供の話、日本初のテレビアニメにもなりました。ジャングル大帝。白いライオン、レオが主人公の物語、自然と人間の共生を考えさせる作品です。ブラック・ジャック。天才外科医の物語、命の大切さをテーマにしています。火の鳥。永遠の命をテーマにした大きな物語、人生や歴史について深く考えさせられます。1963年、手塚さんは鉄腕アトムをテレビアニメにしました。これが日本初の30分テレビアニメシリーズです。子供たちは大喜びし、日本中で大人気になりました。ここから日本のアニメ文化が世界へ広がっていきました。手塚さんは漫画は子供のためだけではないと考えていました。大人も楽しめる、考えさせられるストーリーをたくさん作りました。戦争の悲しみ、命の大切さ、人間の弱さと強さ。手塚さんの作品にはいつも深いメッセージがあります。手塚さんは一生の間になんと70万ページの漫画を描きました。これは世界でもとても多い数です。毎日寝る時間も少なくして
ずっと漫画を描いていました。手塚治虫さんは1989年に亡くなりました。その時の最後の言葉は、もっと漫画を描かせてくださいでした。命の最後まで漫画を作りたいと思っていたのです。手塚さんの漫画やアニメは、日本だけでなく世界中に広がりました。今のアニメ文化や漫画文化は、手塚治虫さんがいたからこそできたものです。だから、手塚さんは漫画の神様と呼ばれています。今日は漫画の神様、手塚治虫さんを紹介しました。手塚治虫さんは夢を諦めず努力し続けた人でした。皆さんも自分の好きなことを大切にしてください。